どうしよう。もうすぐイベントが終わっちゃう。俺も少し練習しただけなので断言はできないが、見ている限り息の量が多すぎたり唇の形が間違っているという感じはない。だから他に原因があるはずだ。それが何なのか分かればいいんだが。いろいろ試して原因を探ってみるしかなさそうだね。じゃあ時間いっぱいまで頑張ってみよう。私も一緒に吹いて考えるよ。え？でも。待ってくれないか。諦めてしまいたくなる気持ちはよくわかる。だからこそここで諦めてほしくない。これは俺の勝手な気持ちなんだが。どうや。先ほど君は何度やっても音が出なかったと言ったが、実は俺もそうだったんだ。ああ。俺がやっていたのはトランペットではなくピアノとバイオリンだったが、君と同じようにずっと思うような音を出すことができなかった。理想とする奏でてみたいと思う音色には全く届かなかったんだ。君も感じている通り、理想の音が出せないことはとてももどかしい。自分の力不足を思い知らされて泣きたくなる。何度逃げ出したいと思ったかわからない。だが1年2年と練習し続けるうちに音は少しずつ変わっていった。本当にわずかではあるが理想の音に近づいていったんだ。ああ、本当にわずかだけどな。俺はそれがとても嬉しくて、苦しい練習に耐えながら夢中で弾いた。そして俺が努力するたびに音楽は応えてくれた。思いがけないほど美しい音を聞かせてくれたんだ。だから君が美しい音を奏でたいという思いを持っているなら、どうか諦めないでほしい。音楽はきっといつか応えてくれる。少なくとも俺はそう信じている。ああ、一緒に頑張ろう。美しい音を奏でたいという思い。もしかしたら。それじゃあもう一度やってみよう。もう一度唇がどう震えているか見せてもらってもいいか。あれ？今の音って。鳴った。宵崎さん？よかった。今、美しい音を奏でたいという思いって聞いて、昔教えてもらったことをちょっと思い出したんだ。イメージが大事なんだって。イメージ？うん。技術に問題がなくても、それに意識が向きすぎるせいで、うまくいかなくなっちゃうことがあるんだ。だからそういう時は、一度頭を空っぽにして、
自分が出したい音だけをイメージするといいって。出したい音か。確かに、そうですね。俺もそうでした。技巧を追求しようとする時よりも、父さんのような音を出したいと。その思いが強い時ほど、いい音が出たように思う。じゃあ、宵崎さんみたいにイメージを膨らませていけば、音が鳴るかもしれないってこと？ああ。早速試してみよう。